皆さん、お絵描き楽しんでますか？こんにちは、斉藤直樹です。この動画を見ている皆さんは、絵を描くことに興味がある方が多いと思いますが、絵ってですね、学べば学ぶほど描く時間が増えていきませんか？初心者の頃は30分で1枚の絵が完成したのに、少し学んだら意識するポイントが増えて1時間になり、また学んだらさらに意識するポイントが増えて2時間に、そしてどんどん伸びていって、気づいたら1枚描くのに10時間かかるようになった、なんていうことあると思うんです。かくいう僕もですね、ちゃんと絵を描こうと思ったら、少なくとも10時間はかかると思います。でもね、正直言っていいですか？それじゃあね、お絵描きするの疲れちゃいますよね。はい。当然だと思います。だから最近絵を描くのが億劫なんていう人多いかもしれません。でも、大丈夫。今日紹介するポイントを押さえていただければ、1時間で見栄えがする絵をさっと描いていただけて、あれ？お絵描きってこんなに短時間で、こんなにいい絵が描けるものだったんだ。やば！楽しい！ってね、そんな風に変化していただけると思います。それと今回ですね、ピクシブ株式会社さんよりパステラという iPad 専用お絵描きアプリをご提供いただいております。こちらのアプリ、パステラはですね、なんといっても UI がシンプルで初心者にもとっつきやすく、それでいて描き心地も良いっていう、今回の企画にうってつけのアプリです。なので今回はこのパステラを使ってですね、1時間でめっちゃいい絵を仕上げるポイントをお伝えしていこうと思います。それでは早速行ってみましょう。写真で楽の時間短縮をしよう。それでは早速描いていくんですが、もう最初から早く描くためのポイント紹介します。最初のポイント、それは写真をうまく活用してラフを描く時間を短縮しようってことです。初心者ではあればあるほど、全くのゼロから絵を生み出していくっていうのは結構難しいです。なので、そこを写真で時間短縮しちゃおうってことですね。今日使っているパステラには画像をキャンバスの周辺に資料として置くことができるリファレンスボードという機能があります。見ててください。この右上のカスタマイズボタンからパネルタブのリファレンスボードをオンにします。そうするとリファレンスボードのウィンドウが出てきました。このままだと邪魔なので左のウィンドウに合体させましょうか。で、追加ボタンを押すとここから iPad の写真にアクセスできます。参考にしたい写真を選択してみましょう。すると、ほら、画面に写真を貼り付けることができました。指でドラッグするとキャンバスの外に移動できます。もちろん拡大縮小も自由自在。なんなら左右反転もできますし、このように画面を回転させることもできちゃいます。それと、これ結構よく使うと思うんですが、画像のクロップですね。不必要な部分を切り取って画像を最小化しておくこともできます。で、もうこれ以上移動する必要がなくなったなと思ったら、リファレンスボードのウィンドウのここ、鍵マークをタップすることで画像をロックして固定しておくことができちゃいます。これで間違って移動させたり消しちゃったりすることを避けれますね。リファレンスボードも無課金で使える機能ですが、基本的には1枚しか画像を貼り付けることができません。ですが、サブスクプランに加入することで2枚以上の画像を配置することができるようになります。画像をたくさん資料として貼り付けておきたいという人は、サブスクプランへの加入を考えてみるといいかもしれません。そしてここから簡単に当たりを取っていきましょう。当たりを取るときに僕がおすすめなのは、青い線を使うことです。いきなりね、黒い線で描き始めるのがちょっと抵抗あるという人って意外と多いと思うんですね。黒で描くともう失敗できないってね、ちょっと緊張しちゃって、絵が硬くなってしまう原因にもなります。なので最初は、薄い青で描いちゃいましょう。そうすることで、黒で描くときよりも気軽に絵を描き始められますし、その分のびのびと手を動かすことができると思います。はい。嘘だと思うなら実際にやってみてください。あれ？なんかスムーズに描けるってね、青にするだけで結構描き始めの感覚変わると思いますよ。それともう一つポイントなのが、写真を参考にしすぎないことも大事です。どういうことって不思議に思う人もいるかもしれませんが、今回描いていくのは写真そのままではなくて、あくまで写真のポーズを模したキャラクターのイラストです。特に今回描いていくのは女の子のイラストなので、あまりにも写真を参考にしすぎてしまったり、あるいはトレースしてしまうと、キャラクターの頭身と合わなくなってしまうことにもなりかねないですし、その調整だけで時間を取られてしまいます。なので、大まかなポーズは参考にしつつも、あくまで写真は補助的な役割。あまりにも正確に写真をなぞろうとしなくても大丈夫です。全体の印象が合っていれば OK くらいの適当な感じで参考にするからこそ、ラフの時短につながるってわけなんです。はい。といったところで、大まかなラフが完成しました。パステラの機能とコラボブラシの紹介。
さて、ここで改めてパステラの簡単な使い方の紹介をしていきましょうか。パステラを開くと、まずこんな画面が表示されます。絵を描くには、この右下の青いプラスボタンをタップすると、キャンバスのサイズを選ぶことができます。右上には写真へアクセスするためのボタンや、ファイルへのアクセスボタンがあるので、ここから PSD ファイルを開くこともできますね。今回は A4 サイズの画面を作ってみましょうか。するとこんな感じの画面です。右上の四角が3つ並んでいるボタンが、ウィンドウをカスタマイズするためのボタンなので、ここで必要な機能をオンにしましょう。とりあえず僕はリファレンスボードとツール、カラーとレイヤーをオンにした状態です。はい。そしたらもうペンで書き始められちゃいますね。はい。超シンプルです。あ、それとですね、これも良くて、この一番右上のボタンを押してみてください。そうするとほら、UI が全部隠れちゃいました。絵を描いていて UI が邪魔だな。もっと広々とお絵描きしたいのにっていうことってあると思うんですが、このボタンで画面を切り替えるだけで全部の画面を使ってお絵描きできるようになるので、これはね、かなりいいと思います。パステラはタブレットに特化したインターフェースが特徴で、シンプルでごちゃごちゃしておらず、初心者でも直感的に操作できるのがいい感じです。シンプルだけど最低限これだけはあってほしいっていう機能はちゃんと揃っているので、ストレスなく絵を描くことができると思います。はい。タブレットのお絵描きにうってつけですね。それとこれを忘れちゃいけません。なんと今回ですね、パステラさんに3種類のコラボブラシ追加していただきました。斉藤直樹コラボブラシの使用方法は簡単です。まずは先ほどのトップ画面、左下よりピクシブにログインしてください。ログインしないとコラボブラシは使えないので注意ですよ。ピクシブアカウントがない人は簡単に無料で作れるので作ってみてください。ログインできたらパステラのキャンバス画面に戻ります。そしたら画面一番左下のプラスボタンを押しましょう。その中にスペシャルという項目があります。はい。コラボツール追加って書いてありますよね。ここをタップ。するとここに斉藤直樹のコラボブラシ、線画&塗りブラシ、丸ブラシ、スパッタリングブラシがあります。この3つをタップで選択しつつ、右上の追加ボタンを押すことで、ほら、ここにブラシを追加することができました。これでいつでもコラボブラシを使うことができちゃいます。コラボブラシは3種類ありますので、使い方のポイントを解説していきます。まず最初のブラシ、線画&塗りブラシはかなり万能なブラシで、線画も塗りもこれ1本でできちゃいます。どちらかというとね、シャープな書き味のブラシなので、しっかりと清書したような絵が描きたかったり、あとはかっちりとしたアニメ塗りをしたい時だったり、シャープで切れ味のある絵を描きたい時に活躍するブラシです。僕はですね、絵を清書する時には、だいたいこのブラシで線も塗りも描いていますね。次に丸ブラシですが、こちらも実は線も塗りもいける万能ブラシです。じゃあ何がさっきのブラシと違うのかっていうと、こっちはさっきよりも柔らかな描き味が特徴です。ボケ足もですね、さっきのブラシよりもついていて、柔らかな印象ですし、筆圧を弱めると色もね、少し薄くなります。なので僕はラフを描く時だったり、あとはグラデーションを多用したい時の塗りにこのブラシを使うことが多いです。で、最後のブラシ、スパッタリングブラシですが、これはね、ピンポイントで仕上げに使うことが多いです。エフェクトやしぶき、あとはね、夜空に星をバーって散りばめたい時なんかに活躍するブラシですね。最後に密度をお手軽に加えることができるので、結構活躍するブラシだと思います。ちなみにですね、ツールウィンドウではブラシの微調整も可能です。ブラシサイズはもちろんですが、不透明度や手ブレ補正の強さも調整できます。詳細タブを開けば、より細かい設定も可能ですので、自分好みにカスタムしたい2の方は、ここをいじってみるのもいいかもしれません。シンプルな UI なのに、ここまで細かく設定できるのもパステラの魅力の一つですね。そして最後の機能紹介ですが、パステラの魅力は、クラウド機能が無料で使えることです。ピクシブアカウントを使ってログインするとですね、なんと描いたイラストが定期的にクラウドに自動アップロードされます。なので、手で保存する必要がありません。これ、超安心じゃないですか。アプリってですね、どうしてもたまに突然落ちたりすることがありますし、たとえクラッシュしなくても、うっかりね、iPad のバッテリー切れで、保存し忘れた1時間の作業が消えたなんていうこと結構あると思うんです。でも、パステラなら安心です。自動保存のみならず、なんとですね、作画履歴も残るので、一番最新の状態だけではなく、なんと、戻りたいタイミングのデータを復元することも可能ってことなんです。これは便利だし、しかも安心だと思います。これだけでもパステラ使いたくなっちゃいますよね。線を重ねて絵の密度を出そう。さあ、ラフの次は線画です。線画は先ほど描いたラフを薄く透かして黒で描いていきましょう。先ほどしっかりとラフを描いたので、次は黒を使っても自信を持って絵を描いていくことができますね。さあ、
ここでもう一つ、短時間で絵をいい感じに仕上げるためのポイント2つ目を紹介。それは、線を何本も重ねながら密度を高めようってことです。僕が描いている線、よーく見てください。ほらほら。何か気づきませんか？特に線の重なり具合に注目してみてください。はい、そうです。僕はですね、線をシューッと一本で綺麗に描くようなことはしていません。むしろ何度か線を重ねながら、線を束ねるようにして線を描いているんです。特にわかりやすいのは目のまつげの部分かと思います。ここは他の部分よりも何度も線を重ねて太い線を描いていますよね。こうすることで線だけでもインパクトのある密度の濃いイラストに仕上がるので、短時間で絵の見栄えを上げたい時にはとても重要なテクニックなんです。目だけじゃなくて他の部分もそうですね。輪郭や髪の流れ、腕や指に至るまで結構何本も線を重ねて描いております。意外とこれってですね、言わないとわからないかもしれません。人によっては、絵の清書って線をきれいに一本で描かなきゃダメなんじゃないのって思い込んでいる人がいるくらいです。いえいえ、そんなことはありません。むしろちょっとぐらい荒々しくてもいいので、意識して線を重ねて描いてみてください。結構ですね、びっくりするほど短時間で魅力ある線画が描けると思いますよ。はい。そしてですね、描いていて思いましたが、パステラはブラシが特にいいですね。描き味がとても良いです。この線画を描くときには、シャープに描くためにコラボブラシの中の線画&塗りブラシを使っていますが、はい。とてもいい感じです。というのもですね、このブラシを製作するにあたって、パラメーターだけじゃ描き味の良さを実現できなかったので、なんとピクシブさん、ブラシ描画のプログラムの調整も加えてくれました。そのぐらいですね、手間をかけて、描き味の良さを実現してくださっているので、この描き味の良さは納得ですね。といったところで、線画が完成しました。色数を抑えて見栄えのいい絵を短時間で仕上げよう。さあ、着彩していきましょう。短時間でめっちゃいい感じに絵を仕上げるためのポイント。最後のポイントをお伝えします。これね、めっちゃ強力かつ、すごく簡単なポイントです。それは、色数を抑えちゃうってこと。具体的には、黒、白、赤、黄だけで絵を描いてみましょう。そんなに色数を抑えて大丈夫って思うかもしれませんが、はい。大丈夫です。というか、めっちゃそれだけでかっこいい絵になりますよ。見ててくださいね。キャラクターを白と黒と中間調のグレーだけで色分けしたら、最後に目を赤に、そして背景を赤と黄色で色分けしちゃいます。こんな感じ。背景は上下で赤と黄色2色使えるといいですね。はい。もうこれだけでベースが完成です。あとはもうここからはあなたの気分次第。キャラクターの色味を中間調、そして赤と黄色を使って書き込んでリッチにしていくだけです。髪の毛のツヤがもっと欲しいなと思ったら、髪の毛にグレーを使ってハイライトを入れていき、これ全くの気分でいいので、赤と黄色を所々に散りばめてあげます。その赤と黄色、どういう理屈で入れてんのって思う人もいるかもしれませんが、さっきも言いました。完全に気分です。はい。気分でいいんです。むしろ気分で入れてください。ここに赤が欲しいんじゃと思ったら、そこに赤をぶち込めばいいじゃないですか。あなたの気分を絵に反映してあげればいいんです。髪の毛だけじゃなく、服や肌色も同じように塗っていきましょう。グレーで中間調を入れていき、赤と黄色であなたの気分を追加していってください。ここは特に激しい気分が欲しいっていう部分にはコラボブラシ、スパッタリングでしぶきを追加してあげましょう。はい。こんな感じです。最後に目の縁に赤みを入れてあげて、はい。1時間でめっちゃいいイラスト描く方法を教えます。パステラで描いた女の子のイラスト、完成です。いかがでしょうか？写真を使ってラフの時間を短縮し、線を重ねることによって線だけでも密度感を表現。そして何よりも色数を抑えることによって着彩の時間を抑えつつもかっこいいシャープな印象を作り上げることができたと思います。さて、最後にこれもパステラならではの機能、ピクシブダイレクト投稿機能のやり方です。パステラはピクシブにログインすることによってアプリの中からダイレクトにピクシブにイラストを投稿できちゃいます。やり方は簡単。トップ画面に戻ったら保存されている絵の下にあるこの矢印ボタンをタップしましょう。ログインができているとここにピクシブへの投稿という項目が表示されます。これを
押すだけ。それだけでピクシブに絵が投稿できちゃいますので、ぜひこの機能も使ってみてくださいね。いかがだったでしょうか？今回は iPad 専用お絵描きアプリパステラを使って1時間でめっちゃ見栄えのするイラストの描き方紹介してきました。結構取り入れやすいポイント紹介したと思うので、ぜひ短時間で絵の見栄えをぐぐっとアップしてお絵描きを気軽に楽しんでみてくださいね。それと現在僕の X アカウントにて今回の動画に連動した企画が進行中です。4月16日水曜日から4月20日日曜日に投稿されるハッシュタグ今日の参考ポーズを元にイラストを描いてパステラのダイレクト投稿機能を使ってですね、ピクシブに絵を投稿してみてください。参考ポーズはいつもと違ってパステラとのコラボ仕様になっているのでお楽しみに。ダイレクト機能を使っていない投稿は対象にはなりませんのでご注意くださいね。参加者の中から抽選で15名様に書籍斉藤直樹のハッシュタグ今日の参考ポーズイラスト上達のための最強ポーズ集とハンドモデルのセットをプレゼントしちゃいます。もうこれ投稿するだけでもらえるので、これはめっちゃチャンスだと思います。開催期間は5月6日の23時59分までとなっております。動画下の概要欄に URL を載せておきますので、そこから情報を確認して、どしどしご応募くださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。